導入において2点ほど注意いただきたいポイントがございます。1点目、バージョンですが、20243をお使いください。2つ目、展開サイズですが、今回マーケットプレイスを使用しますので、スムエル以上を選択いただきたいというふうに思っております。ではですね、ここから、実際の画面を用いまして、導入の方法をご紹介したいと思います。ではこれより、ニュータニクスプライムセントラルをインターサイトに登録をしてみたいと思います。まずこちらがですね、今見ているのが、プライムセントラルの画面になっております。まずここからですね、アドミニセンターを選択いただきまして、そこからマーケットプレイスを選択ください。マーケットプレイスをですね、選択いただきますとですね、こちらの中にアプリケーションが出てきます。この中からですね、一番下ですね、パートナーズというふうに書いてあります、ところにありますのが、この、シスコインターサイトデバイスコネクターというものが見えてきます。で、これをですね、インストールしていただく必要性があります。では、ゲットを押してみたいと思います。で、今のバージョンですね、インターサイトデバイスコネクタ 4.3.0 というものがありますので、ここにですね、デプロイボタンがありますので、デプロイの方を実行いたします。デプロイしますかというふうに出てきますので、デプロイを実行いたします。はい、100% になりましたので、デプロイの方が完了いたしました。はい、今、デプロイは、完了はしましたけれども、プロビジョニングという形になってますので、今、展開の方がされているところになります。ではですね、一度戻りまして、インターサイトのところからもう一回マネージメントを開いていただきます。開いていただきますとですね、ここにプロビジョニングと書かれた部分が、ランニングという形になりました。プロビジョニングが終わりまして、これが稼働しているというような状況になっております。プロビジョニング環境にもよりますが、5分から10分程度、かかるかなというふうに思いますので、お待ちいただければと思います。ではですね、戻っていただきまして、次にですね、こちら、オープンというところをクリックいただきます。こちらをオープンしていただきますと、インターサイトのですね、設定画面の方が見えてきます。今ですね、インターサイトがですね、インターネットに抜けようと思っておりますが、実はこの環境ですね、プロキシの設定が必要になりますので、セッティングの方からですね、プロキシの設定をしてあげたいというふうに思います。プリズムセントラル側でですね、プロキシの設定がしてあってもですね、このデバイスコネクター側でもですね、再度設定の方をいただければと思います。で今、プロキシが設定しましたので、インターネットを抜けて、インターサイトと、仮の接続が終わった段階になります。ではですね、ここからですね、このデバイス ID とクレームコードが出ましたので、インターサイトの方で登録の方をさせていただきたいと思います。こちらがですね、インターサイトの画面になります。こちらの中からですね、システム、ターゲットを選択ください。右上にですね、新しいターゲットの要求というところがございますので、こちらをクリックいただきます。この中からですね、今回はですね、ニュータニックスですので、ハイパーコンバージドというところを選んでいただきまして、この真ん中ですね、ニュータニックスプリズムセントラルを選択いただきます。登録いただくのはですね、デバイス ID と、登録コードになっております。先ほどのインターサイトにですね、ここに出てます。まずデバイス ID、こちらボタンを押してコピーをし、次もう一個ですね、この登録コード、クレームコードというふうに書かれているのがこの登録コードになりますが、こちらをクリックし、ボタンを押します。ここで請求という形になります。これでですね、ニュータニックスの登録は以上になります。
こちらのですね、ニュータニクスの画面の方で、ここにリフレッシュボタンがありますので、リフレッシュしていただきまして、クレームドという形になればですね、ニュータニクスの登録が正しくできたという形になります。登録がですね、正しく済みますと、運用のところからニュータニクスクラスターという項目が出てきます。こちらでですね、登録内容を確認いただきまして、中をですね、確認いただければと思います。